マシニングセンターの使い方を学ぼうとする際に大きなハードルとなる代表としてプログラミングがあると思います。必要な基礎知識を習得したいと思ってもなかなか理解が進まないこともあるのではないでしょうか。この動画ではマシニングセンターのプログラムの基本を具体例を用いながら解説していきます。早速ですが、この動画の構成です。加工プログラムの基礎、プログラムを理解する、プログラム実践編の大きく3つに分かれています。まず、加工プログラムの基礎です。このパートでは、マシニングセンターのプログラムを理解する際に必要な基礎知識を習得することを目指します。マシニングセンターの加工プログラムの一例を見てみましょう。ここでは詳細が分からずとも、こんな感じのプログラムなんだなと思う程度で大丈夫です。Φ20 の材料と Φ10 のエンドミルを用意して、左図のプログラムで加工すると右図のようになります。マシニングセンターは3次元でプログラムを考えるため、NC 旋盤のプログラムと比較すると少々複雑になりますが、基本は同じです。一つ一つ丁寧に見ていけば理解はそこまで難しくありません。マシニングセンターの加工プログラムの基本は NC 旋盤と同じく座標です。加工プログラム中の下線部は座標 X、Y、Z を表しています。プログラムで座標を指令することで、切削工具がその場所に移動します。なお、実際は Z 座標を指令すると、切削工具が上下し、XY 座標を指令すると、材料を載せたテーブルが前後左右に動きますが、理解を容易にするために、材料を固定して、切削工具を動かすとみなして考えていきます。マシニングセンターの座標は図のように、左右方向が X 軸、前後方向が Y 軸、上下方向が Z 軸となっています。マシニングセンターでは、この座標の原点、いわゆるプログラム原点を自由に設定できますが、図のように材料の Z 軸単面かつ XY 平面の正方形の中心の位置に原点を設定すると、点 A の位置はマイナス16、11、マイナス5となります。いきなり3次元で考えるのは難しいので、図のように上から見た XY 平面と横から見た ZX 平面に分けて考えると理解しやすいです。実際にプログラムに数値を入力してみましょう。原則として、プログラムでは切削工具の行き先を指令します。切削工具の行き先は X、Y、Z の数字で指令しますが、例えば G1 の X、Y、Z というように指令します。G1 は後ほど解説しますが、今はとりあえず直線移動を指令するものと理解してください。例えばこのように X は6、Y は8、Z は10を指令すると X、Y、Z 座標において6、8、10の位置に切削工具を移動させる指令となります。ここで注意してほしいのは、マシニングセンターのプログラムに数値を入力する際は、小数点を入力しないと単位がミリメートルからマイクロメートルになり、値が1000分の1になってしまいます。例えば 6.0 と小数点も含めて入力すると 6mm のこと、0を省略して6点と入力しても 6mm のこととなる一方、6だけの入力だと 0.006mm、つまり6マイクロメートルのことになってしまいます。ここで例を示します。座標が0、0、10である点 A をスタート値として、座標が6、8、10である点 B を経由して、最終的に座標が6、8、マイナス10である点 C にゴールするプログラムを見てみます。この時、点 A から点 B に向かうためのプログラムは G1、X6 点、Y8 点、Z10 点となります。次に、点 B から点 C に向かうためのプログラムは G1、X6 点、Y8 点、Z-10 点となります。赤線を引いた箇所につきましては、X、Y、Z 座標が直前の位置と同じ場合、その座標を省略することができます。次の例として、マシニングセンターの主要な加工の一つであるドリル加工の動きを順を追って見ていきましょう。まずは、穴加工位置の真上に刃物を移動させるため、点 A から点 B に移動させます。プログラムは G1、X0、Y0、Z5 点となります。
点 A と点 B で Z 座標は変わらず5のままなので、Z5 は省略可能です。次に点 B から点 C に移動させます。ここではドリルを先端深さ20の位置まで移動させます。プログラムは G1、X0、Y0、Z-20 点となりますが、点 B と点 C は X 座標と Y 座標が共に0で等しいので、X0、Y0 は省略可能です。最後に点 C から点 B に移動させます。ここではドリルを真上に逃がします。プログラムは G1、X0、Y0、Z5 点となりますが、点 B と点 C は X 座標と Y 座標が共に0で等しいので、X0、Y0 は省略可能です。これで穴開けのためのドリルの移動のプログラムは終わりです。次に2つ目のパートに移ります。このパートでは、マシニングセンターのプログラムを読んで理解できるようになることを目指します。プログラムの基本は座標で x、y、z の値で接続工具の行き先を指令するものであることはこれまで勉強してきました。ここでは接続工具をどのように動かすのか、つまり速く動かすのか遅く動かすのか、また直線移動で動かすのか円弧移動で動かすのかなどを勉強します。右の図のプログラムを見ると x、y、z の座標のデータの前に G0、G1、G2、G3 と書かれています。これらは G コードと呼ばれるものの一種で、切削工具の移動方法を指令するものです。G コードはこれら以外にも様々な機能がありますが、種類がとても多いので調べながら覚えていくといいでしょう。ここでは代表的な4つのコードを説明します。まず G0 は早送りで、その機械の持つ最も速いスピードで移動します。切削工具が材料に当たらない安全な部分で使用します。G1 は切削送りを直線移動で指令します。切削送りの速度は F という文字の後の値で指令するのですが、詳細は後ほど説明します。G2 は切削送りを時計回りの円弧移動で指令します。R で半径を指令します。G3 は切削送りを反時計回りの円弧運動で指令します。R で半径を指令します。先ほど紹介した G1、G2、G3 を用いたプログラムの例を示します。まず一つ目のコードは G1、X1、点 Y1、点 F100 です。これは左の図で言うと、原点から点 A までの刃物の起こり速度100の速さで直線移動することを指令しています。次に2つ目のコードは G2、X1、点 Y1、点 R1、点 F100 です。これは原点から点 A までの刃物の起こり速度100の速さで半径1の時計回りの円弧運動で移動することを指令しています。最後に3つ目のコードは G3、X1、点 Y1、点 R1、点 F100 です。これは原点から点 A まで刃物の起こり速度100の速さで半径1の反時計回りの円弧運動で移動することを指令しています。G0、G1、G2、G3 を指定すると、以降同じ場合は図のように省略できます。同じコードを省略することで、プログラムが読みやすくなります。次にマシニングセンターの主要な加工の一つであるエンドミル加工の動きを例に順を追って見ていきましょう。図の左線部を通るように点 A から順に点 B、点 C、点 D、点 E、点 F、点 G と順に φ10 のエンドミルを移動させ、深さ1の溝を掘ります。まず点 A から点 B への直線移動です。点 A の座標はマイナス10、20、マイナス1で、点 B の座標は20、20、マイナス1です。切削速さは100として、プログラムは G1、X20 点 F100 となります。
次に点 B から点 C への直線移動です。点 B の座標は20、20、-1で、点 C の座標は20、35、-1です。切削速さは100として、プログラムは G1、Y35、F100 となります。次に点 C から点 D への直線移動です。点 C の座標は20、35、-1で、点 D の座標は40、35、-1です。切削速さは100として、プログラムは G1、X40、点 F100 となります。次に点 D から点 E への時計回りの円弧運動です。点 D の座標は40、35、-1で、点 E の座標は50、25、-1です。切削速さは100として、半径 R は10なので、G2、X50 点 Y25 点 R10 点 F100 となります。次に点 E から点 F への半時計回りの円弧移動です。点 E の座標は50、25、-1で、点 F の座標は60、15、-1です。切削速さは100として、半径 R は10なので、G3、X60 点 Y15 点 R10 点 F100 となります。最後に、点 F から点 G への直線移動です。点 F の座標は60、15、-1で、点 G の座標は80、15、-1です。切削速さは100として、プログラムは G1、X80 点 F100 となります。これまではマシニングセンターの原点を基準とする X、Y、Z 座標で表してきました。しかし、場合によっては、今いる場所からの移動量で表す方が都合がいいことがあります。ここでは、アブソリュート指令とインクリメンタル指令を紹介します。アブソリュート指令では、原点を基準とする X、Y、Z 座標で指令します。使用する G コードは G90 です。インクリメンタル指令では、切削工具の現在地からの移動距離を U、V、W で指令します。使用するコードとしては、X 方向は U、Y 方向は V、Z 方向は W が対応します。使用する G コードは G91 です。ここで、アブソリュート指令とインクリメンタル指令の例を見てみましょう。例えば、図の点 B から点 C に移動する場合、アブソリュート指令の場合のプログラムは G1、X35 点 Y40 点である一方、インクリメンタル指令の場合は点 B から X 座標で15、Y 座標で10移動しているので G1、U15 点 V10 点となります。今まで紹介した G コード以外にも様々なコードがあります。とても種類が多く、工作機械によって内容が異なるため、到底覚えきれるものではありません。ですから、一般的なものだけを覚えて、あとは必要な時に調べて、徐々に覚えていくといいでしょう。概要としては、M コードは主軸や切削油のオンオフ、サブプログラムの呼び出し、プログラムの一時停止などの補助機能が多いです。S は主軸の回転数を指令します。主軸、つまり工具の回転速度を指令します。主軸正方向回転指令の M3 や主軸逆回転指令の M4 とセットで使用します。F は送り速度を指令します。切削工具の送り速度を指令します。
G コードは座標系設定などを含めた講義の語義関連の指令となります。その他、N、T といったコードもあります。N はシーケンス番号を表し、プログラムの区切りに用いる番号です。区切り方は人それぞれですが、荒削り、仕上げ、穴加工など各工程ごとに分けるのが一般的です。T は工具選択指令です。使用する切削工具を指令します。マシニングセンターやタッピングセンターの工具取り付け部には番号が割り振られており、指令された切削工具が工具交換の待機位置に移動します。ここでは先ほどと異なる G コードの例が出てきています。G43 の工具調補正や G28 の原点復帰といったような機能があります。ここでは概要の説明に留めさせていただきましたが、詳しくは別途書籍やネットでお調べいただければと思います。次にサブプログラムについて説明します。サブプログラムの概要としましては、共通するプログラムを繰り返し呼び出すための機能です。メリットとしては、プログラム作成の効率化、プログラム確認の効率化、入力ミス防止などが挙げられます。具体的な使用場面としては、同じ穴を複数の位置に開けるドリリング操作、また複数の同じ形状を異なる位置に加工する場合などが挙げられます。M98 がサブプログラムの呼び出しのコードです。例のように M98H100 なら N100、M98H200 なら N200 と H コードの番号に対応した N コードを読み込みます。プログラムの終了指令を出す M2 や M30 以降の N コードから始まるプログラムをサブプログラムと呼び、機械に何度も同じ動きをさせたいときに使用します。サブプログラムの終了は M99 で指令します。サブプログラムを止めて読み込まれた M98 の次のブロックから再開します。実際に示している例では、どのような順番でプログラムが動くのかを見てみましょう。サブプログラムと関係する M98 や N、M99 といったコードに注目してください。次に固定サイクルについて説明します。固定サイクルを用いると、穴あけ加工やタップ加工のような頻繁に使用される加工を簡単に記述することができます。様々な種類の固定サイクルがありますが、今回は例として穴あけ加工の固定サイクルを2つ紹介します。1つ目の例は G81 の穴あけです。プログラムとしては G81、Z、R、F といった形で使用します。Z は最終加工深さの Z 座標の値。R は早送りから切削送りに切り替わる点である R 点の Z 座標の値。F は送り速度です。最初に最終深さの Z 座標値を入力したら、あとは X、Y 座標を入力するだけで同じ穴あけ加工を連続で行うことができます。また、Z 座標を入力して深さを変更することも可能です。注意点として、固定サイクルを終えたら G80 でキャンセルすることを忘れないようにしましょう。2つ目の例は G83 の深穴開けです。ドリル加工で深穴を開ける場合に使用する固定サイクルです。プログラムとしては G83Z、R、Q、F といった形で使用します。Z は最終加工深さの Z 座標の値。R は早送りから施策送りに切り替わる点である R 点の Z 座標の値。Q は1回あたりの切り込み量。F は送り速度です。Q は常にインクリメンタル指令であること。また、
クリアランス量は機械のパラメータで変更であることに注意しましょう。最後に3つ目のパートに移ります。このパートでは実際にプログラムを作る際に注意すべき点を理解します。実際にプログラムを作る際に注意すべき点として、プログラム原点の設定があります。マシニングセンターでは、プログラム原点は自由に設定できます。プログラム原点の決め方は人それぞれですが、図面に記載されている寸法をそのまま入力できるようにプログラム原点を設定する。つまり、寸法の基準とプログラム原点を一致させると、プログラムのチェックもしやすいですし、計算ミスを防ぐことができます。今示している図では同じ材料に同じ加工をしていますが、左の図では原点は材料の角に、右の図では原点は材料の中心にと寸法の取り方を変えています。図面と比較しながら2つのパターンのプログラムを見てみましょう。まずは原点が材料の角にある場合です。この場合、点 A の座標は15、10になり、点 B 以下も記載している通りの座標になります。次に原点が材料の中心にある場合です。この場合、点 A の座標はマイナス30、マイナス20になり、点 B 以下も記載している通りの座標になります。その他の注意点として代表的なものを挙げていきます。まずはツールパスの最適化です。加工精度、加工時間、刃物の持ちなどを考慮して決定します。どのようなことをどの程度の重要度と捉えるかによってツールパスは異なってきます。CAD/CAM を用いてある程度シミュレーションすることも可能です。次に切削条件です。回転数、送り速度、切り込み深さなどの切削条件を刃物の種類やワークの材質に合わせて決定します。詳細については各種工具メーカーに問い合わせるのがいいでしょう。次に工具の選定です。材料の状態から最終形状まで削り出すのに、そもそもどのような刃物が適するのか決定します。例えば、加工するワークの材質によって刃物の材質も何がいいのか変わります。また、単面切削なのか穴あけなのかなどの加工内容によっても必要な刃物は変わりますし、加工したい形状によって刃物の形状も変わります。最後にジグによるクランプ方法の最適化です。加工中はワークと刃物の間には作用反作用の法則により力が発生します。その力を軸で抑えないとワークが加工中に飛んでいってしまい安全上にも問題があります。加工中にワークが動かないように適切なクランプ方法を決定することが重要です。最後に全体を通した注意点です。プログラムの書き方は機械によって変わります。実際に御社内にある機械ではプログラムの書き方が異なる可能性があります。また、この動画で紹介しているプログラムを使用したことによるいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。